どうもガイチです。今日は明るいうちにジムに来ました。これで見えるか。ジムに来ました、今回から題名もちょっと変わっていると思うのですが、なんで私が筋トレをしているか2つあります。1つは筋トレが面白いから、2つ目はこの年になって体をメインテインする、またアンチエイジングを測るためにやっております。それなので、今回からジム終わった後、どんな感じだったかっていうのを詳しく述べたいと思いますので、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではこの番組の最後でまたお会いいたしましょう。同年配の皆様、参考にしてくだされ。それでは晴れジムへゴー。
よし。
トレーニングは終わり。また後で。ガチです。まあ今回からこうやって中高年のための、ね、健康を維持するためにダメが続いちゃったけどまあ俺なりの考えを述べていこうと思うので、よかったら参考にしてください。そうね、まずその2つに分けて言いましょう。まあ一番気になるところはこの年になってね、健康を維持したいわけですよ。できたらよりね、まあ、若々しいっていうのは変だけど、いつでもゴーッといかれるようにしたいわけですね。それともう一つは、こんな大した体はしてないんだけどもトレーニング
中休みも結構あったけど16の時からバーベルは握ってるんで、いろんなねすごい方たちのお話聞いたりして、ある程度知識ってことではないんだけど気づいたことがあるんで、それを述べましょう。でまず最初にアンチエイジングに関してね、今更なんだけど筋量アップっていうのもそれも好きだしやりたいからやってるね。ただそのために何が大事か、皆さんどう思います？やっぱりトレーニングで思いっきりやりきること、あとは食事をね、タンパク質いっぱいとってねやる、もちろんそれも大事だと思うんだけど、やっぱりねこの年になって一番感じるのは、トレーニングした後いかに休養をうまく取るか、それなんだよね。やっぱりそれに尽きるんだよ。俺の場合を言うけどね、もともとあんまり体力ある方じゃないんで、運動って言ったら俺のこと言ってもしょうがないのか、モトクロスとかね真剣にプロになろうと思った時は結構やってた。それがきっかけでバーベルを握るようにもなったんですけどね。ってのはよくない。ちょっとここのとこカラーグレーディングの人の見てるんで、いいや。そうだからね、そういかに休養を取るか。そうだから俺のトレーニングの中ではトレーニングをしないという日もあっていいわけよ。だって回復しないもんそんな時は。だから正直な話、今日のこの胸のトレーニングの前またね20日ぐらい休みました。これねトレーニングしてる人にとってはいやそんな休んだらもうそうも気持ち的には分かる。前鈴木雅史さんが言ってたよね。3日も休みが取れるなんて夢みたいですとか言ってて、どっかにね公園に行くんで、その間ちょっと施設が使えなかった時におっしゃってましたが、それで持つ人はいいや。俺も若い時はって言い方あんましたからないけど、あんまり自覚ないんだけどじじいだって、20歳25、6の時は間にバイト入れてねバイト入れてもしょうがない。でもそれもあれだったら弁当を渋谷で運んでたからな。渋谷の名門ユニコーンで大河原さんとか山田さんとかに鍛えられながら朝行ってやって、でバイトやって、で夕方から行く。はい河野君、河野君って言われてたのねさあ今でもそうだけど、何河野君今日は何ダブルとか言われてね、それでもね、全然疲れなかったわけじゃないけど回復していた。ところが今ね、62ですかね、秋には3ですか2の次は3なんだよ。いいやね。やはりねいかに休むか、それ気持ちは焦るし、もう頭の中こうやってあげようとかさ、いろいろ考えてんだけどなかなかね難しい。でもそこを休むのも一つの、重要なことだと思うんで俺はやってみる。それをまたねどうかっていうのは報告しますが、今のところね20日も休むとさすがね、この胸やろうとしてもこの腕のこの辺がプルプルきちゃってね、胸に関してはやっぱりダメだね。ダメじゃないけど、でもそこで無理してやってもいいことはないね。筋肥大するっつったって、例えばね体力ある時に毎日やったって1年でなんつうの、俺はちり紙って言うんだけど鼻かむやつね、あんなティッシュの1枚2枚の厚さぐらい筋肉つけゃ、普通の人はそんなもんよ。同じっていう感じなんで、あんまり長くなるとねあれだけど、だから今日言いたいことはアンチエイジングに関して一つ、休養をいかにうまく取るか。俺の場合今ね、今日なんかはちょっと、これ今日じゃねえんだけど
この胸の日なんかはちょっとね明るいうちに行かれて、あれなんだけど、いつも基本夜中行くのよ。で帰ってきたらなるべく早めに風呂入って寝ると、そういうことをするために今度トレーニングをどういうふうにやっていくかとか、まあねこれ好きだからトレーニングやっているし、筋肉がちょっとでも増えれば代謝がアップして、血圧が下がるようにねもう考えているし、代謝がいいってことでね老廃物が出てね体が、よりきれいになって自己治癒力が高まるというのを一つのね目標としてやっているんだけど、血圧っつったってね俺が考えるにやっぱりこうホースと同じで庭にこう水まくホースあるでしょ。あれね太きゃ太いほどね圧は下がるのかなと思ったら違うんだよね。間違えた。俺何を言おうとしか間違えた。あれは太い方がピヨッと出るのよ。ただそれはなぜかというとホースの話じゃねえか。太いやつでいっぱいの量のこれ電気あんまり詳しくないんだけど、電気やる人はこれ基本だよね。太きゃより多くの水が流れて先で絞るからピャッと出る。でそれをひっくり返して言ってみると結果は細きゃ同じ量のだって心臓から行く血の量一緒でしょ。そうしたら細きゃ細いほどグッとなるわけじゃん。でこの年で血管の柔軟性っていうのは分からないけれどもトレーニングでねそれもやり方があると思うよ。それは後半でまた話すけども、一回にこうバッてやる時にこうバッとここにより多くの、血液が流れて少しずつこう太くなっていく。そうすると同じ量の水がいくんだったらゆっくり流れるから血圧は下がるんじゃないか、ピポンたら血圧は下がるんじゃないかということで、このトレーニングはいいかなと思う。今日のまとめ一つね、いかに休養を自分にとってねトレーニングした後いかにうまく休養を取るか。俺の場合は夜中なんでそんなにだからそれによってトレーニングのやり方も変わるんだけれども、はーっと興奮してる時にやっぱり寝られないから、ジムまで片道15分20分くらいかな車で。で行きはロックガンガン聴きながら行っても帰りはもうゆっくりこうね音楽もかけずに帰ってきて、で風呂に入って落ち着いて寝ると。それが今のところベストですね。ってな感じでここまではアンチエイジング。さあここからはトレーニングに対してねあんまりね筋肉ついてない俺が言うのもなんですが、今更ですが胸やる時のブリッジの意味って何かなと俺なりに今ね動画見ながらちょっとこれ話してんだけど、まずね今回見てわかるかな。最初ねベンチ軽いのでやってるよ。だって俺上がんないもん胸に効かなかったんだよ。それは胸に効くようにやんないから胸に効かない。そんなもんよ。みんな体一個一個ね一人一人違うんだから、基本でこうやってこうやってこうやってください。腕の幅はどこで、それは人によって違うからね。それは自分で見つけるしかないんだよ。でただ俺に今さっきも言ったけどもうこの辺がプルプルくる。今回はそこまで来なかったな。前ちょっとやっといたからかな。ただね胸以外に他のところが先に行っちゃうとそれは胸来ないよね。ただでも分かった。ブリッジは俺できません。できないけどこうやって固める。この間1位になった相澤選手が言っていたけど、なるべくこう上体を小さくこう固めて胸をやる。小さく固めたら胸も固まっちゃうけど、それ以外のところね腹圧締めて肩甲骨寄せて、でここをフリーにしてこう上げるっていうことだと思うんだけど、ブリッジ作れば絶対こうブリッジっていうかね作ろうとすれば肩甲骨寄せる時点で肩が下がるよね。こうか
肩が下がるで胸が出る。でも俺それ気をつけてやってたつもりなんだけれども、やはりねブリッジが浅いとこうはなんないけどこういう感じになっちゃって、こう上げればそりゃ肩にくるよ。肩にきました気をつけましょう。おお肩きちゃってね、そうするともうそこが痛くて上がんないんだよ。そんなもんよ。でマシンに移ってからもね、こう直角に座って直角か、こうやって座ってもこうブリッジ作るようなつもりで尻を押し付けて肩甲骨寄せて、その後ろをねバックにつければ肩は上がんない。だからここまで伸ばす必要ないんだろうね。ここから先は肩になっちゃうから、こうなってたって。だからこうね、はい、自分に言い聞かせて終わります。今日の一つは、胸をやるときは胸に聞かせましょう。そうなんだよ。で手幅も変えてみたんだけどね、いろいろ今更だけど変えるんだよ。だから最後バーだけでやってみて、そうね、重くなるとゆっくり下ろすはできないけれども、基本ゆっくり下ろしてダッとエキセントリックで、ネガティブっていうのかな、エキセントリックグーッと下ろして胸に効かして、そこを下ろした時に感じてる胸の筋肉でグッと上げる、グッグッと上げる、基本に帰ります。ってな感じで最後までご視聴ありがとうございました今ありがろうつっちゃった。ありがとうございました。ベラベラ喋る外地ですが、役者は喋ればいいってもんじゃないんだけれどもね、こうやって同年配の皆様一人でも多くご覧になってください。簡単ね、みんながみんな YouTube に出てるすごい人たちじゃないからね。合同選手、あの人お会いしたことないな。俺より1個上です。全然違うでしょ。このとこ拝見させてもらってますよ。花次郎さん、多分同い年か1つ2つかな。全然違うからねレベルが。あれだけやって倒れないっていうのはやっぱり素質があるし、長年お仕事しながらかもしれませんが、あれをやってる、すごい。もう一人この間名前忘れちゃった、返事いただいたんですけど、コメントしたら俺の1個年上のパワーをやってる方で、いや半端じゃない。でもそういう人は本当にごくわずかだからね。俺みたいな一般人が、ボディビルに対しての、トレーニングに対しての一般人が感じることを述べていきたいと思いますのでね、ほとんどの方が一般なんだから一緒に楽しんで健康になりましょうってな感じで、外地でした。よろしければサブスクライブプリーズで、これグッドボタンか、グッドボタンも一歩押してくださいね。コメントいろいろ書いて俺にも教えてください。ちなみに役者やってますそれではまた、バイチャ。